こんにちは、舞肌先生です。今回はほくろ除去について施術方法を含めしっかり解説していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速見ていきましょう。舞肌チャンネル。ほくろは母斑細胞母斑、色素性母斑とも呼ばれ、大抵褐色から黒色の色素斑で平坦なものもあれば盛り上がったものもあります。原因としては紫外線が考えられていますが、はっきりとは分かっていません。皮膚の断面図を見ていきましょう。表皮の基底膜にシミやくすみの原因になるメラニン色素を作り出すメラノサイトがありますが、これが変性すると母斑細胞という細胞に変化し、これが増殖したものがほくろです。この母斑細胞が増殖している深さによってほくろの色味が異なり、表面に近いものは黒色から褐色、真皮など深いところのものは青みがかった色に見えます。この母斑細胞を全て取り除くことがほくろの治療になり、母斑細胞が皮膚に残ってしまうと再発の原因になります。治療法はご覧の通りで、生活に支障が出ていたり悪性の可能性があるほくろで手術の適用があるもの以外は全て自費診療になります。一つずつ見ていきましょう。炭酸ガスレーザーは皮膚を削り取るレーザーでほくろの部分を削って除去する治療です。スキャナーのついている機器がおすすめで、削る深さを微調整できるため、より傷跡のリスクを下げてきれいに除去することができます。くり抜き法は専用のパンチまたはメスを用いて、電気メスは熱を利用してそれぞれほくろを円形にくり抜く治療です。小さいものであればきれいに除去することができますが、手作業のため深さの調整が難しく、傷跡のリスクは少し上がる可能性があります。外科的切除はほくろの周りを切開して縫合する方法で、大きさが 5、6mm 以上のほくろや真皮の深さにある深いほくろは、この方法が一番きれいに治る可能性があります。シミ取りレーザーは少しずつ母斑細胞を除去できますが、一度でほくろを除去することはできず、何回も回数が必要になるので第一選択ではありません。ただし炭酸ガスレーザーの後に残った微量の母斑細胞を叩くために打つというやり方は有効です。5mm 以下の小さいほくろでかつ深さが浅そうなものは、これらの治療がおすすめです。この中でもスキャナー付きの炭酸ガスレーザーであれば、一番きれいにほくろを除去することができるでしょう。母斑細胞が真皮にまで達しているものや大きさが大きいものは、ただ削っただけでは斑痕や色素沈着のリスクが高くなります。なので青みがかった深さの深そうなほくろや大きさが 6mm 以上のものは手術で取り除く方法が一番きれいに除去できるでしょう。また施術後になるべく傷跡をきれいにするためには術後の管理も大切です。ぜひこれらの動画を参考にしてくださいね。最後に施術前に確認しておきたい注意点をお話ししていきます。1つ目はほくろの場所、2つ目はほくろでない可能性、この2点です。詳しく見ていきましょう。まずほくろのできている場所を確認しましょう。体の中にはケロイドになりやすい部位があり、その場所でほくろ除去をするとケロイドになってかえって目立つようになってしまう可能性があります。ケロイドは盛り上がった斑痕のことで、もともとの傷の範囲を超えて赤く広がっていき、一度ケロイドになると治すのは簡単ではありません。顔でいうと耳、頬骨上、上唇付近、フェイスライン、顎など、体では鎖骨上、胸元の胸骨上、肩、肘などの関節部分などがケロイドの後発部位なので、この部分のある程度大きなほくろを除去したい場合はケロイドのリスクもよく考えて施術し、その場合はしっかりケロイドの予防対策をするようにしましょう。次にほくろには似たような皮膚疾患がいくつかあります。脂漏性角化症や
良性の腫瘍であればほくろと同じように除去しても問題ないのですが、悪性の腫瘍であった場合、がん細胞が取り残しになってしまったり、中途半端に刺激されて悪化してしまったりする可能性があります。これは自分では見分けにくく、医師が診察して判断しますので、不安な場合はぜひ相談してみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。マイ肌チャンネルでは他にも美容皮膚科の動画をたくさんアップしているので、ぜひチャンネル登録をしてご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。